東京23区の家賃が11万2585円まで来たのだ。23ヶ月連続で過去最高なのだ。初手からお財布に冷たいわね。私、数字を見ただけでため息が出るわ。家賃って毎月ずっと聞くじゃん。ここが動くと全部の計画がずれるよね。単身者向け、広さ30平方メートル以下でこの額なのだ。4月って落ち着きやすい時期でしょう。それでも下がらないのは不思議ね。引っ越しの山は過ぎても、都心は住みたい人が多いから、下がりにくいのだ。人気の席をずっと取り合ってる感じじゃん。物質争奪戦みたいで、地味にしんどい。大阪市も7万3197円で上がっていたわね。福岡市は6万5954円だったわ。名古屋市も6万5050円で上がっていたのね。ファミリー向けの東京23区は25万4995円なのだ。一人暮らしだけじゃなくて家族向けまで上がるんだ。かなり広く聞いてるじゃん。都心部では需要の高さが続く上に、資材が上がれば修繕費も気になるわ。僕弾んだ持ち代を守りたいから、家賃が上がると家計のやりくりが難しくなるのだ。みんななら固定費で最初に見直すのってどこじゃん。アーシはスマホ代から切るかも。私なら更新の前に周辺相場を見比べるわ。勢いだけで決めると後で苦しいもの。部屋は広さだけじゃなく総額で見るのが大事なのだ。次の選び方にも響くのだ。次はガソリンの話なのだ。毎日の移動にじわっと効くのだ。石油情報センターの調査では、レギュラーの全国へ行きんが 169.2 円で前の週と同じだったわね。169円台で横ばいでも、使う人にはかなり気になるじゃん。政府の補助で170円くらいの水準が続いているのだ。その激変緩和措置って、急な値上がりを和らげるためのものね。いきなり跳ねないように支えてる感じだよね。28日からの出荷分は、補助が前の週より 4.6 円減るのだ。1リットルあたり 37.2 円になるのだ。補助が減ると、値段が上に動きやすくなるわ。そこは素直に心配ね。ガソリンってトラックや配達にも関わるじゃん。そこが動くと買い物にも返ってきそう。そうなのだ。燃料の変化は遠回りでも生活に来るのだ。家賃も移動も上を向きがちだと、固定費が重く感じるわね。アーシ、遠出する時の出費を見るたびにため息出るよね。ちょっとしたドライブでも、今日は何円かかるか気にする人は多いでしょうね。給油のタイミングを迷うなら、使い方を見直すのも手なのだ。みんなは、車の維持費で一番重いのってどれだと思う？コメントで教えて。最後は日銀の話なのだ。原油だけじゃなく物価全体を見るのだ。植田総裁は、原油価格に加えて賃金や為替も物価に効くと見ていたわね。値札って一つの理由だけじゃ動かないじゃん。裏で引っ張る糸が多い感じ。第一次石油危機から数えると、今は5つ目の原油価格ショックに向き合っている見方なのだ。1973年の話まで出ると、かなり長い流れで見ているのがわかるわ。当時は賃金の上がり方が物価を大きく押し上げたと振り返っていたのだ。給料が上がると買う力も増えるし、その動きが値段に変えることもあるよね。2021年から翌年にかけての原油高では、円安の傾向も広く物価を押し上げたのだ。ここで言う期待インフレって、これから物価が上がりそうだと先に身構える流れのことよ。先に読んで動くから、さらに広がる感じじゃん。ちょっと怖いね。同じ原油高でも、賃金、期待インフレ、需要、為替レートで影響はかなり変わるのだ。だから原油単独じゃなく、周りの動きも一緒に見る必要があるわけね。金融政策決定会合って、日銀が金利とかをどうするか決める場だよね。来月中旬が見どころじゃん。審議委員から割上に前向きな発言も相次いでいるのだ。木原官房長官はコメントを控えたので、そこは踏み込まなかったわ。物価、給料、為替、金利がつながると、ほんと一枚岩じゃない感じじゃん。だからこそ、今後の物価の広がりを見ていくのが大事なのだ。さっきの原油の話で思い出したけれど、資源ってあるかないかだけじゃないのよ。
どういうことなのだ？石油みたいな天然資源だけじゃなく、人やお金みたいに使えるものも入るの。しかも、時代や技術で資源の顔ぶれは変わるわ。昔はただのゴミでも、今は使えるって話もあるんだ。そう。天然資源は偏って存在していて、無尽蔵でもないの。だから再利用が大事になるのよ。捨てればゴミ、分ければ資源。って言葉はまさにそこなのだ。原油のニュースとつながると、使い方を考えるきっかけになるわね。今日は、家賃もガソリンも物価の話も、全部つながって見えたわね。僕は、どこが一番気になったか知りたいのだ。コメントで教えてほしいのだ。概要欄にリンクもあるから、気になった記事は見返してみてね。まあ、感想が来るなら悪くないわ。じゃあまた次回ね。